皆さん、こんにちは。私のチャンネルへようこそ。地方自治体の権限強化と財政問題。地方自治体は、住民の生活に密接に関わる行政サービスを提供する重要な役割を担っています。日本では、地方自治体の権限が強化されるべきだという議論が長年続いており、特に財政面での課題が大きな焦点となっています。地方自治体が自立した行政機関として機能するためには、権限と財政の両方が充実していることが必要不可欠です。しかし、現状では、地方自治体の財政は依然として厳しく、権限強化のための取り組みが進んでいない地域も少なくありません。本校では、地方自治体の権限強化とそれに伴う財政問題について考察します。まず、地方自治体の権限強化の背景として、日本の行政制度が中央集権的であることが挙げられます。日本の行政制度は、長い間中央政府が多くの権限を持ち、地方自治体はその指導を受けながら業務を行う形が一般的でした。しかし、近年では地方の特色や住民のニーズに対応するため、地方自治体の権限を強化すべきだという声が高まっています。この流れは、地方分権の進展として捉えることができます。地方分権の推進には、住民の声を反映させるために、地方自治体が自らの判断で政策を決定し、実行することが求められます。例えば、地方自治体が自分たちの地域に合った教育制度や医療サービスを提供できるようになることが重要です。これにより、住民は自分たちの生活に直接影響を与える政策について、より積極的に関与することができるようになります。また、地域独自の特性を生かした政策が展開されることにより、地域の活性化が期待されます。しかし、地方自治体が権限を強化するためには、財政面での支援が不可欠です。現在、地方自治体の財政は依存度が高く、特に地方交付税に頼っている部分が大きいです。地方交付税は、中央政府が地方自治体に対して交付するお金であり、これに依存している地域が多いです。このため、地方自治体が自由に政策を展開するためには、財政の自立が必要となります。財政自立を実現するためには、税収の増加が不可欠ですが、地方税収の増加には限界があります。特に人口減少が進んでいる地域では、税収の減少が深刻な問題となっています。人口が減少すれば、住民の数が減り、消費が低下し、結果として税収が減少します。このような状況では、地方自治体は財政的に困難な状況に直面し、サービスの提供が難しくなることがあります。また、地方自治体の財政問題は、
地域格差の拡大という問題を引き起こしています。大都市圏にある自治体は、比較的安定した税収を確保できるため、財政的には余裕がありますが、地方の過疎地域では税収が減少し、財政難が続いています。このため、地方自治体の財政格差が広がり、住民サービスの質にも差が生じてしまうことがあります。これを解決するためには、地方間での財政調整や人口減少対策を講じることが求められます。先すべき分野に予算を配分することが求められます。例えば、地域の特性に応じた産業振興や環境保護に向けた取り組みなど、長期的な視野に立った予算の配分が重要です。産業振興においては、地方自治体がその地域の強みを生かすことが求められます。例えば、観光業が盛んな地域では、観光資源の開発やプロモーション活動に予算を投じることが、経済成長を促進するために効果的です。農業や漁業が盛んな地域では、これらの産業の効率化や持続可能な発展に向けた支援が必要です。さらに、環境保護においては、地元の自然資源を保護しつつ、再生可能エネルギーの導入や省エネルギー政策を推進するための予算配分が欠かせません。これらの取り組みは短期的には予算負担となるかもしれませんが、長期的には地域経済の発展や環境の保護に寄与することが期待されます。地域ごとのニーズに応じた柔軟な予算配分を実現することは、地方自治体の自立性を高め、住民の生活向上にも直結する重要な施策と言えるでしょう。現在、地方自治体の権限強化と財政問題は密接に関連しています。地方自治体が権限を強化するためには、財政の安定化と自立が不可欠であり、これを実現するためには、税制改革や地方交付税の見直しが必要です。特に税制改革では、地方税の強化が急務です。地方税収を増加させるためには、地元企業の支援や観光資源の活用といった経済活動の促進策が必要です。地方税の基盤が強化されることにより、地方自治体は自主的に予算を決定し、政策を実行する自由度が増します。また、地方交付税の見直しも重要な改革課題です。現在、地方交付税は特に経済的に厳しい地域にとって重要な財源となっていますが、その配分方法や基準を見直し、より公平で効率的な配分が求められています。これにより、財政が自立した地方自治体が増え、権限を強化するための基盤が整備されるでしょう。また、地方自治体は自らの特性に応じた政策を展開し、地域の活性化を図る必要があります。都市部と地方では、経済や住民のニーズが異なるため、
それぞれの地域に適した政策を実施することが重要です。例えば、都市部ではインフラ整備や交通渋滞の解消、高齢化社会への対応が重要な課題となっています。一方、地方では人口減少や高齢化の進行、雇用機会の創出が求められます。地方自治体は、これらの課題に応じた政策を策定し、地域住民の生活向上に貢献する必要があります。地域の活性化は、住民一人一人がその地域に誇りを持つことから始まるため、地域に根ざした政策が不可欠です。今後、地方自治体の権限強化に向けた取り組みは、財政問題の解決と密接に関わっていくことが予想されます。地方自治体の財政が安定し、税収が増加すれば、住民サービスの質が向上し、地域経済の活性化にもつながります。地方自治体が自らの経済基盤を強化するためには、地方産業の振興や新たなビジネスチャンスの創出が重要です。地方経済が活性化すれば、税収が安定し、財政に余裕が生まれ、住民サービスの向上が可能となります。このような循環的な成長を促すためには、地方自治体がその地域の強みを生かし、積極的に経済活動を推進することが必要です。総じて、地方自治体の権限強化と財政問題は、今後の地方自治制度の発展において重要なテーマとなります。地方自治体が自立し、住民の生活により良いサービスを提供するためには、権限と財政のバランスを取ることが求められます。これにより、日本の地方自治制度は、より健全で持続可能なものとなることが期待されます。地方自治体が自らの特色を生かし、地域に適した政策を展開することができれば、日本全体の活性化にも寄与することができるでしょう。そのためには、地方自治体が積極的に権限を強化し、財政面での自立を目指していくことが必要不可欠です。もし私のチャンネルが気に入ったら、ぜひチャンネル登録してください。では、次の動画でお会いしましょう。